球の国全部行く。私は今まで90カ国ほど訪問しているので、友人からは今までどの国の何の料理が一番美味しかったと聞かれます。どの国にも名物料理、美味しい食べ物はありますが、その中でも特に美味しかった料理、もう一度食べに行きたいと思うほど美味しかった食べ物を紹介します。題して、死ぬまでに絶対食えエジプト編です。ではどうぞ。エジプトのソウルフード、コシャリをご存知ですか？コシャリとはエジプト語で混ぜ合わすという意味。米、ショートマカロニ、スパゲッティ、バーミセリ、レンズ豆、ひよこ豆をベースにトマトソースを乗せ、好みで酸味ソースのダッアと辛味ソースのシャッタをかけながら混ぜて食べるエジプトの国民食です。1杯約100円と激安なのも魅力です。これが本当にもうめちゃくちゃうまい。初めて食べた時の感動を今でも覚えています。2007年2週間かけてエジプトを縦断したのですが、私はコシャリにはまってしまい、毎日コシャリを食べていました。コシャリの調理方法は、ご飯はクミンなどのスパイスで炊き、トマトソースはスパイスで香り付けしたトマトと飴色になるまで炒めた玉ねぎで味付け、カリカリのフライドオニオンは玉ねぎを揚げた後、さらに1週間ほど天日干しで干して熟成します。これらを混ぜると最高の組み合わせとなります。ご飯の炊き方、パスタの茹で方、トマトソースの作り方が店によって異なります。エジプトの各都市でコシャリを食べたので紹介していきます。首都カイロの人気店アブーターレクはチェーン展開していて、どの店も毎日行列ができています。メニューはコシャリのみ、普通か大盛りかを選ぶだけです。こちらはコシャリの普通盛り、トマトソースは別になっています。これをドバッとかけて、そしてこんな感じで全部をごちゃ混ぜに混ぜます。一口食べると、うまい、これはうまい。いろいろなスパイス、調味料が含まれていて、一言では表現できませんが、止まらないうまさです。さらに、レモン、テーブルにある酸味ソース、辛味ソースを加えて、味を変えながら食べると、さらにうまいです。やはりピラミッドは外せません。高さ137メートル。クフ王のピラミッドは圧巻。ラクダは右前、右後ろ足を同時に前に出し、左も同様に前と後ろの足を出して歩くので、かなり揺れます。揺れるけどラクダの乗り心地はとても良かったです。スフィンクスは全長57メートル、高さ20メートルとかなり大きい。尻尾が長く、くるっと巻いているのが可愛らしいですね。近くにスフィンクスのような猫もいました。近くの食堂でコシャリを食べました。この店のコシャリもうまかった。夜行列車でカイロから南に 650km 行くと、ファラオたちが眠る町ルクソールに到着です。まずは食堂でコシャリ。シンプルでうまい。ルクソールの王家の谷には歴代ファラオたちの墓があります。特に素晴らしかったのはツタンカーメンの墓ですが、有名な仮面は現在カイロの国立博物館にあります。こちらはラムセス6世の墓内部のレリーフ、古代エジプトの世界観が描かれていて圧巻です。ハトシェプスト女王総裁殿、内部の壁画が美しいです。王家の谷にいた子供たち、みんないい顔してます。カルナック神殿、エジプトでも最大級の遺跡です。夜のライトアップが最高。早朝、王家の墓を空から眺めるために気球に乗りました。20人乗りの気球、意外とたくさん乗れます。空から遺跡を眺めると全体がよくわかりました。初めて乗った気球は最高。飛行機やヘリなどの乗り物は室内で安全ですが、気球は外にいますからかなり怖いです。上空300メートルぐらいだと思いますが、もっと高く感じました。早朝40分の気球フライトは怖かったけど素晴らしかった。気球は着陸が非常に危険です。車輪がないので地面にそのまま激突します。着陸直前、パイロットからみんなかがむようにと言われ踏ん張りましたが、着陸の瞬間はかなりの衝撃でした。着陸後は現地の方たちが歌ったり踊ったりして最高でした。朝食はやっぱりコシャリ。どの店も具材や味付けが結構違います。この店のコシャリもうまい。ルクソールの子供たちに写真を撮ってとせがまれました。デジカメの液晶画面を見せるとみんな大喜び。みんなとっても可愛いですね。マクドナルドがあったので入ってみました。マックアラビア、コフタと書かれています。エジプト風にアレンジしたメニューですね。コフタというのは牛肉や羊肉のひき肉にスパイスや野菜を混ぜて串焼きしたものです。エジプト人の主食アエーシ、
という薄いパン生地にこのコフタを挟んで食べるのです。マックでコフタとIHが食べれるなんて驚きでした。まあでも屋台のコフタの方が断然うまいですね。エジプトの最南端、アブシンベル神殿にやってきました。エジプト旅行のハイライトです。紀元前1300年頃にラムセス2世が作った大神殿。一枚岩から掘って作られた巨大な像は圧巻。内部も素晴らしいです。ここでは屋台のコシャリを食べました。酢やからしは小分けにしてもらいました。屋台の質素なコシャリもうまい。カイロから北に電車で2時間、地中海に面した町、アレッサンドリアに到着。ヨーロッパ風の港町、かつてはクレオパトラも住んだ町です。ここでもやっぱりコシャリ。一緒にひき肉と野菜をパンに詰めたエジプト風サンドイッチもいただきました。これもうまい。こちらはアレクサンドリア図書館。紀元前300年、プトレマイオス1世が開いた図書館を現代に復活させたもの。11階建て、総床面積85,000平方メートルは東京ドーム 1.8 個分、蔵書は25,000冊を超える巨大な図書館。幾何学の父ユークリッドも通った図書館内部は圧巻の広さです。感動的な図書館内部の様子。古代エジプト風の柱が印象的です。本棚がミニチュアに見えるほど天井が高い。図書館を出たらまたコシャリをいただきました。具材の種類や割合が店によって異なるのが面白いです。そしてうまい。セルビスという乗り合い車に乗って北東に1時間ほど行くと人口4万人の小さな港町ロゼッタに到着。1799年、フランスナポレオン軍によりロゼッタストーンが発見されました。これによって古代エジプトのヒエログラフの文字が読めるようになったため大発見でした。戦利品としてイギリスがフランスから奪い、現在ロゼッタストーンは大英博物館に展示されています。ロゼッタの港町には悲しげにロゼッタストーンのレプリカが飾られていました。ここでは屋台のコシャリを食べました。俺の屋台のコシャリは最高だと言って一杯出してくれました。気持ちがこもったコシャリ。美味しかった。これは牛肉を煮詰めてパンに挟んだもの。見るからに美味しそうで食べてみると最高でした。屋台の輪投げは手作りでいい味出してます。子供たちが寄ってきました。かわいいですね。ロゼッタには17世紀頃に建てられた家が多く残っていて、精細な装飾が施されています。一部は家の内部も見学できます。通りではナイル川の魚を売っていたり、ひき肉の串焼き、コフタが美味しそうでした。アエーシと一緒にコフタをいただくと激うまでした。夕方、ナイル川に行ってみると、市民たちがまったりと佇んでいました。一人の男性が声をかけてきました。遠い日本からようこそ、一緒にお茶を飲みましょう。ということで、この家族と一緒に紅茶を飲みました。彼は英語が話せるわけではないので、お互い無言でしたが、常に笑顔で心が通じた感じがして、いい時間を過ごすことができました。カイロに戻り、砂漠を南西に 400km 進むと、バフレイヤオアシスに到着です。ここ、バウーティー村は人口15,000人、寂しげな村で屋台で野菜を売っていました。この日は1泊300円の小綺麗なゲストハウスに泊まり、夕食は野菜を買ってきて自炊。なかなか美味しかったです。村の子供たち、笑顔が最高ですね。次の日、ジープに乗って1泊2日の黒砂漠と白砂漠ツアーに出発です。まずは黒砂漠、遠くに見える山や岩、砂が黒いですね。見渡す限りの黒砂漠は圧巻でした。次に遊牧民族ベドウィンの村に到着。砂漠の中に豊富に水があります。アエーシやベドウィンティーをいただいてランチです。さらにジープで3時間ほど進むと最大の見どころ白砂漠に到着。ここは見渡す限り真っ白。先ほどの黒砂漠とは対照的です。この日は風もなく、車から降りると無音。一人で歩いていくと完全に無音になりました。外にいてここまで音がない無音というのは初めての経験でした。完全な無音というのがとても新鮮で貴重な経験となりました。白砂漠には5メートルくらいの変わった形をした石灰岩が多数あります。鳥、マッシュルーム、人の顔のような様々な奇岩がたくさんあって興味深いです。長年の風で浸食されこのような形になりました。
夕日を浴びたマッシュルームの奇岩、美しいですね。日が落ちる前に今晩の寝床を作りました。砂漠の上にマットを敷いただけ、日が沈むと一気に寒くなり、火を焚いても着込んでもめちゃくちゃ寒かった。夕飯はエジプト風鍋、鶏肉、じゃがいも、トマト、米などを煮込みます。シンプルな塩味ですが、これがうまい。めちゃうま。最高でした。食後の後は薪の火を囲んで、みんなで歌ったり話したりと盛り上がりました。眠ろうとしたのですが、砂漠の夜は寒すぎて眠れず、満天の星空が最高でした。星は1万個以上あったと思います。そして流れ星は数百個は見ました。全く眠れませんでしたが、人生で最高の夜でした。半年後の2008年、この時は家族でエジプトにまたやってきました。ここはシナイ半島の南端、紅海に面したリゾート、シャルムエルシェイクです。イスラエル占領地だったため、良くも悪くもエジプトっぽくありません。物価は高いし、高級リゾートなんて一泊100円の安宿に泊まっていた私としてはどうも落ち着きません。でも私は海好きで、特にシュノーケリングやダイビングで綺麗な魚を見るのが大好きです。地中海やインド洋、綺麗な海にはたくさん行きましたが、紅海は初めて。紅海の透明度は半端ないです。透明度は50メートル以上。ダイビングで潜るとサンゴも多く、熊の実のニモもいて最高でした。ホテルに面したビーチからシュノーケリングをすると、浅瀬にもこんなに大きくて綺麗な魚が、潜らなくてもたくさんの魚を見ることができて感動しました。夜遅くバスに乗って出発。3時間ほどで山のふもとに到着。ここはシナイ山です。旧約聖書ではモーセがシナイ山の頂上で神から十戒を授かりました。夜中3時、頂上に向けて登山開始。山頂でご来光を見るためにひたすら登り続けました。真っ暗闇の中の登山はかなり大変。きつい人はラクダをチャーターして山頂を目指します。2時間ほど登ると標高2285メートルの山頂に到着。頂上には6世紀に建てられた聖カトリーナ修道院があります。まさに太陽が昇ってきました。この場所に神が現れてモーセに十戒を授けたのだと思うと感動的でした。欧米の人たちは聖書を朗読したり泣き出す人もいて、本当に神が現れるのではないかと思うほどでした。明るい中、景色を見ながら下山しました。シナイ山は木が一本もない荒々しい山ですが、凹凸の形状が非常に美しい。日本にはない山ですね。さて、2時間かけてふもとに戻ってきました。ここでみんなのお目当ては燃える芝の礼拝堂です。聖書では燃える芝として登場します。いくら燃えても燃え尽きない芝は神としてモーセに語りかけます。モーセに指導者となってイスラエル人たちをエジプトから脱出させなさいと伝えた場所です。さらにモーセは紅海をパカーンと割ってイスラエル人たちと一緒にエジプトから脱出するのです。今はリゾートですが、この海を割ったんだなぁと思うと感慨深かったです。シャルムエルシェイクは海やプールでのんびりできますが、実は旧約聖書の聖地だらけで非常に興味深い体験をすることができました。コシャリのことをすっかり忘れていましたが、エジプトに来たので何としてもコシャリを食べたかった。でもホテル内にはコシャリがなかったので、マーケットでコシャリを探しましたが、残念ながら見つけられず、シャルムエルシェイクはエジプトで唯一コシャリが食べられなかった町となりました。残念。以上、コシャリを食べるためにぜひエジプトに行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。